2010年、宮崎県で当時22歳の夫が生後5ヶ月の長男、妻、義母の3人を次々と殺害した事件があるのだ。家族3人が一度に命を奪われた。あまりにも凄惨な事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。この事件は遺族に愛された死刑囚として美談的に報道されたこともある事件なのだ。美談として報道されたの？3人も殺しているのに。実は報道の裏側に遺族が絶縁を盾に減刑嘆願を強いられていたという実態があったのだ。それは美談どころか遺族がさらに傷つけられていたということじゃないの。後半では僕とメタンでこの事件の報道と遺族が置かれた構造的な問題について深く考えていくのだ。事件の背景にある家族関係の歪みやメディアの描き方についても掘り下げていくわよ。3人の命が奪われた事実と残された遺族が今も背負っているものをしっかり見ていくのだ。風化させてはいけない事件よね。事件の詳細から裁判の経緯、そして報道の問題点まで順を追って解説していくのだ。最後まで見ていただけるとこの事件の本当の姿が見えてくると思うわ。チャンネル登録とコメントもぜひよろしくなのだ。高評価ボタンを押してもらえると私たちの励みになるわよ。それでは楽しんでほしいのだ。一緒に見ていきましょう。犯行の2日前、加害者の男は義母から頭を何度も叩かれながら部落に帰れと罵倒されたのだ。暴力まで振るわれていたの？その瞬間が全ての引き金になったのだ。その日を境に家族の中で何かが少しずつ壊れ始めたのだ。一体どんな家庭環境だったのかしら。最初から説明してもらえるわ。この事件は2010年3月1日、宮崎県で起きたのだ。当時22歳の男、王が妻、義母、生後5ヶ月の長男の3人を殺害した事件なのだ。生後5ヶ月の赤ちゃんまで。それは本当に衝撃的ね。王はもともと自衛隊員として働いていたのだ。しかし除隊後に建設関係の仕事に転職し、妻 A と結婚したのだ。自衛隊を辞めたことが何か問題になったのかしら。それが大問題になったのだ。義母の B は王が自衛隊を辞めたことを強く不満に思っていたのだ。結婚相手の仕事に口を出すなんて干渉が過ぎるわよね。さらに B は結納も挙式も行われなかったことを深く根に持っていたのだ。王に対して事あるごとに激しく言葉をぶつけていたと伝えられているのだ。王さんはそれをずっと我慢していたのね。王は義母との衝突を避けるため仕事が終わっても車の中で時間を潰し、午後10時を過ぎるまで自宅に帰らない生活を続けていたのだ。それって家に居場所がなかったってことじゃないの？そうなのだ。早朝4時や5時には現場に出なければならない仕事だったのだ。深夜まで車で過ごし、数時間後には現場に向かう。その疲弊は相当なものだったと思うのだ。心も体も限界に近かったのね。そんな状況の中、決定的な出来事が起きたのだ。C の初絶句を福岡で行うか宮崎で行うかをめぐって義母 B と王の両親が対立したのだ。赤ちゃんの初節句の話し合いでということね。感情が上るぶった B はその場で王の頭を両手で何度も殴りつけたのだ。身体的な暴力だったのだ。それはもう家庭内暴力よ。許されることじゃないわ。さらに B は王に向かって部落に帰れ、これだから部落の人間は離婚したければ離婚しなさい、慰謝料がっつり取ってやると罵倒したのだ。差別的な言葉まで使ったの？それは本当にひどいわ。裁判の判決文でもこの言動は王への激しい罵倒として認定されているのだ。王の出身地が実際に差別されている地域かどうかについてはノンフィクションライターの片岡健氏は差別されている地域ではないと述べているのだ。つまり義母が差別的な言葉を武器として使ったってことね。そうなのだ。この瞬間に王は義母 B との関係を断ち切ることを決意したのだ。しかし慰謝料がっつり取ってやるという言葉が頭から離れなかったのだ。離婚しても逃げられないと感じたのかしら。王には離婚も家出も選べなかったのだ。もし離婚すれば多額の慰謝料を請求されると恐れ、家を出れば妻と子を置き去りにすることになると感じていたのだ。逃げ場がどこにもなかったのね。それでもだからといって王が相談機関や行政の窓口に助けを求めたという記録は残っていないのだ。職場の同僚も王がいつも通り黙って仕事をしていたと語っているのだ。誰にも言えなかったので、それが本当に怖いわ。追い詰められた人間が声を上げられないまま孤立していくとき、周囲はそのサインに気づけないことが多いのだ。王の場合もまさにそうだったと思うのだ。職場でも家庭でも誰も異変に気づかなかったということよね。そして犯行前日、王は静かに決意を固めたのだ。翌朝、出勤前に3人を殺害することを計画したのだ。前日に計画していたということは衝動的ではなかったということ？裁判所は計画性があると判断したのだ。義母への衝動的な怒りではなく、前夜のうちに実行を決めたとされているのだ。それが裁判でも重く見られたのね。2010年3月1日午前5時頃のことなのだ。この後事態は急転するのだ。続きを聞くのが怖いわ。でも向き合わなければいけないわね。王は最初に生後5ヶ月の長男 C に手をかけたのだ。小さな体の首に両手を回し、
力を込めて締めたのだ。 C はまだ泣き声を上げることしかできない赤ちゃんだったのだ。それでも王は手を止めなかったのだ。首を絞めた後、王は C を浴槽に運んだのだ。冷たい水が張られた浴槽の中に小さな体をそっと沈めたのだ。 C はそのまま水中で意識を失い息絶えたのだ。自分の息子の命が消える瞬間を王は静かに見届けたのだ。次に王は台所へ向かったのだ。引き出しから包丁を取り出し、妻エイのいる部屋へと足を踏み入れたのだ。王はエイの首筋めがけて包丁を突き立てたのだ。歯が肉に食い込む音とともにエイは声を上げたのだ。しかし王はそこで止まらなかったのだ。傍らに置いてあったハンマーを握り直し、エイの頭部を何度も力任せに打ちつけたのだ。エイが動かなくなったことを確認すると、王は最後に義母 B の元へ向かったのだ。B もまたハンマーで王に頭部を何度も殴られ息絶えたのだ。言葉が出ないわ。3人が命を失った自宅で王はいつもと変わらず身支度を整えたのだ。そして何事もなかったかのように出勤したのだ。出勤？3人を殺した直後に？そうなのだ。職場では普段通りに働いたとされているのだ。同僚はいつもと変わらなかったと語っているのだ。どうしてそんなことができるのかしら。夜9時頃に帰宅した王は長男 C の遺体を自宅近くの会社の資材置き場へ運んだのだ。そして土を掘り C の小さな体を地中に埋めたのだ。赤ちゃんを土に埋めたの？本当にひどいわ。その後王は C の遺体が見つからないよう現場を整えてから第一発見者を装って警察に通報したのだ。自分で通報したの？しかし警察の聴取で王の説明には矛盾が次々と浮かび上がったのだ。説明が食い違うたびに追及を受け、最終的に王は逮捕されたのだ。自分で通報しておきながら矛盾が出てしまったのね。義弟、つまり B の息子は事件後に残された唯一の遺族となったのだ。突然母と姉と甥の3人を一度に失ったのだ。その苦しみは想像もできないわ。まず被害者3人について話したいのだ。妻の A さんは事件当時20代前半で王と結婚して宮崎での新生活を始めたばかりだったのだ。まだ若いのにこれから家族を築いていくところだったのね。 A さんは穏やかで家庭的な性格だったと伝えられているのだ。夫である王と生まれたばかりの長男 C との3人暮らしを大切にしていたそうなのだ。義母との関係は難しかったかもしれないけれど、自分の家族を守ろうとしていたのね。生後5ヶ月の長男 C 君は2010年の初節句を目前に控えていたのだ。その初節句の開催場所をめぐって義母 B と王の両親が激しく対立していたのだ。生まれてたった5ヶ月、これから笑顔を見せてくれるはずだったのに。義母の B さんは A さんの母親で娘一家と同居していたのだ。王の経歴や結婚の段取りへの不満を抱え、王に対して激しく当たることが続いていたと伝えられているのだ。被害者の中に加害者を追い詰めた人物がいたという非常に複雑な構図ね。裁判では2010年12月7日、宮崎地裁が王に求刑通りの死刑判決を言い渡したのだ。裁判員裁判における死刑判決としては全国で3例目、九州、沖縄地方では初めてのことだったのだ。裁判員裁判で死刑というのも当時は非常に注目された判決だったのね。判決では義母からの差別発言や暴力といった背景から王に同情の余地がないとは言えないとしながらも、犯行には計画性があり自己中心的で冷酷と断じたのだ。義母の行為を認めつつも3人の命を奪った事実は覆せないということね。ここで遺族についても触れなければならないのだ。 B さんの息子、つまり義弟にあたる男性はこの事件で母、姉、甥の3人を一度に失った唯一の遺族となったのだ。一人で3人分の悲しみを背負わなければならなかったのね。しかしこの義弟が後に語った証言は世間が知る美談とは全く異なる実態を示していたのだ。王が遺族に愛された死刑囚として報じられた背景には義弟が減刑嘆願を強いられていた事実があったのだ。強いられていたって、それは本人の意思ではなかったということ？義弟は絶縁という選択肢を断ち切るために事実上の減刑嘆願に応じるしかない状況に置かれていたと伝えられているのだ。遺族の許しが美談として消費された裏側に当事者の苦しみが隠されていたのだ。遺族の感情を利用して美談を作り上げるなんて、それ自体が二次被害だわ。義弟はその後も理不尽な形で注目を浴び続ける状況に置かれてきたのだ。遺族が今もなお声を上げ続けていることはこの事件が終わっていないことを示しているのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず王の内面がどこから崩壊し始めたのかについて僕なりに考えたいのだ。動機の表面だけ見ると義母からのハラスメントに追い詰められたという話になるわよね。確かにそれは事実なのだ。しかし僕はそれだけでは説明が足りないと思うのだ。どういうこと？義母の言動がきっかけになったのは裁判でも認定されているのに。問題は王がなぜ逃げるという選択肢を取れなかったかという点なのだ。普通ならば耐えられない状況になれば離れることを考えるはずなのだ。確かに離婚も家出もしなかった理由がずっと引っかかっているわ。義母の
慰謝料をがっつり取ってやるという言葉が王を縛っていたと伝えられているのだ。王はその経済的な恐怖から逃げ道を完全に塞がれていると感じていたのだと思うのだ。でも実際に離婚したとしてそんなに大きな慰謝料が取れるものなのかしら。法的に見れば王が一方的に重大な責任を負うような状況ではなかった可能性もあるのだ。しかし王にはそれを冷静に判断するだけの知識も余裕も残っていなかったのだと思うのだ。追い詰められた人間には客観的な判断力そのものが失われていくのよね。王は仕事から帰っても車の中で時間を潰し、午後10時過ぎまで家に入れなかったのだ。朝4時や5時には現場に出なければならないからだ。睡眠もろくに取れない状況が続いていたということよね。それは精神的にも身体的にも限界に近いわ。僕はこの車の中で過ごす時間に注目したいのだ。王は誰にもその苦しみを打ち明ける相手を持てていなかったのだと思うのだ。孤立していたということ？そうなのだ。自衛隊を辞め、支援のない宮崎で義母と同居し、妻との関係も義母の影響下に置かれていたとすれば、王には本当に一人も相談できる人間がいなかったのだと思うのだ。孤立した状況で追い詰められていくと視野が極端に狭くなっていくわよね。僕はこれを出口のない部屋に閉じ込められた状態と表現したいのだ。逃げる方向が一切見えなくなった人間の内面はじわじわと別の形に変質していくのだ。別の形というのはどういうこと？耐えることから消すことへという思考の転換なのだ。逃げるという選択肢が見えなくなった時、人間は問題そのものをなくすこと、認識が向いてしまうことがあるのだと思うのだ。それがどれだけ歪んだ発想であってもそこに至ってしまう過程があるということよね。義母から頭を殴られ、不落差別的な言葉で罵倒された翌日、王は犯行を決意したと認定されているのだ。その翌日という速さがすでに限界を超えていた内面を示しているのだと思うのだ。衝動的に見えて実はそこに至るまでの長い蓄積があったということよね。そうなのだ。僕は義母の言動は最後の一押しに過ぎなかったと思うのだ。本当の崩壊はもっと前、王が車の中で夜を過ごすしかない状況に入った時点から始まっていたのだと思うのだ。誰かが早い段階で気づいて介入できていたらという気持ちにどうしてもなるわ。ただ僕がもう一つ考えたいのは、王がなぜ妻や子供まで対象にしたかという点なのだ。義母だけではなく A と C まで手をかけた理由は義母への怒りだけでは説明できないのだ。確かに被害者が3人というのはそこが一番理解しにくいところよ。僕は逃げられないという感覚がこの家全体から脱出できないという認識にまで広がっていたのだと思うのだ。妻もその構造の中にいる存在として王の歪んだ視野に映っていた可能性があるのだ。でもそれは妻に何の罪もないわ。生後5ヶ月の赤ちゃんも関係ない。もちろんそうなのだ。その歪みがどれほど許されないものであるかは言うまでもないのだ。しかしなぜそこまで認知が歪んだのかを考えることは再発防止のためにも必要なことだと思うのだ。加害者の心理を考えることが被害者を軽視することにはならないということよね。そうなのだ。そして僕が特に指摘したいのは、王が誰にも頼れない構造の中に置かれていたという社会的な問題なのだ。差別的な言葉で傷つけられても相談できる場がなかったのだ。ブラック差別発言を受けた側が相談できる窓口や支援があれば違う展開があったかもしれないわね。議定の証言が示す通り、この事件は加害者だけでなく遺族にも長期にわたって苦しみを与え続けているのだ。美談として処理されることで遺族の本当の声が封じられてきたのだ。遺族が今も声を上げ続けているという事実はこの事件が社会的に正しく受け止められてこなかったことを示しているわよ。僕はやっぱり王の内面崩壊の本質は孤立と出口の消失にあったのだと思うのだ。義母の言動はその引き金に過ぎず、その状況を生んだ構造こそ問い直す必要があると思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただどれだけ追い詰められても越えてはならない線があることも同時に忘れてはいけないと思うのよ。次に周囲はなぜこの事件を事前に防げなかったのかについて考えたいのだ。確かに王が追い詰められていく過程にはいくつか介入できたタイミングがあったんじゃないかしら。まず職場の段階で気づけた可能性があるのだ。王は仕事が終わっても自宅に帰れず、車の中で何時間も過ごしていたのだ。午後10時過ぎまで車の中にいたのよね。同僚や上司がそれを知っていたなら何かおかしいと感じそうなものだわ。当時の建設業の現場では個人の家庭事情に踏み込む文化が薄かったのだ。朝4時5時から現場に出るほど疲弊していても上司が声をかけるには至らなかったのだ。男性が家庭のことで悩んでいると言い出しにくい空気も当時は特に強かったでしょうね。次に近隣住民の段階があるのだ。王が長期間車の中で夜を明かしていたという異常な生活はアパートや周辺の住民にも見えていた可能性があるのだ。でも当時は他人の家庭の事情には関わらないという空気が今より強かった時代よ。そうなのだ。だからこそ行政が介入できる制度設計の有無が重要になるのだ。当時
DV や家庭内ハラスメントの相談窓口がどこまで機能していたかという点も問われるのだ。そもそも王が義母から受けていた暴力は精神的 DV に加えて身体的暴力でもあったわよね。頭を両手で何度も殴られたのよ。それが公的な意味での DV として認識されていれば、専門機関への相談ルートが開いていた可能性があるのだ。しかし男性が被害者である DV は当時も今も相談しづらい構造があるのだ。被害者が男性だというだけで深刻な DV が見過ごされやすい現実は今も変わっていないわよね。もう一つの if ポイントは C の初絶句をめぐる対立が表面化した時点なのだ。あれほど感情が激化した場面を家族以外の誰かが目撃していれば介入のきっかけになり得たのだ。生後5ヶ月の赤ちゃんをめぐる対立があそこまで激化していたというのは本当に胸が痛いわ。 C はまだ言葉も持てない命だったのだ。その子をめぐる争いの中で誰も外部に助けを求めなかったのだ。外部に求めるという発想そのものが家族という閉じた構造の中では生まれにくかったのだと思うのだ。家族の問題は家族で解決するという規範は逃げ場を完全に塞いでいたということよね。そして義弟 D の存在についても考えなければならないのだ。D は当時まだ若く身内の中で唯一の生き残りとして孤立していたのだ。 D さんが原型嘆願書への署名を事実上強制されていたという事実は遺族への二次被害の典型例よね。支援者や弁護側が D に接触した際 D が断れない状況を作り出していたとすればそれは遺族の意思を無視した行為なのだ。遺族支援の専門家が早期に関与していれば D が孤立したまま長年苦しむことは防げたかもしれないのだ。遺族を保護する仕組みが不十分だったということよ。加害者の弁護支援は手厚くても遺族の心理的保護は後回しにされてきたわよね。日本では被害者遺族支援の法整備が加害者支援に比べて大幅に遅れてきたのだ。 D が絶縁という形でしか自分を守れなかった事実がその遅れを象徴しているのだと思うのだ。美談として報道され続けることで E さんの本当の声が長年社会に届かなかった。これは報道のあり方の問題でもあるわね。そこが社会構造批判の核心なのだ。加害者が獄中で反省の態度を見せ遺族が許したという図式は確かに視聴者の感情を動かしやすいのだ。でもその美談の陰で当事者の遺族がどれほど傷ついていたかを報道が検証しなかったとしたらそれは大きな失敗よ。メディアが加害者の更生の物語を消費する一方で遺族が沈黙を強いられる構造はこの事件に限らず日本社会に繰り返し現れてきたのだ。遺族が声を上げること自体を復讐心として批判的に見る空気もまだ社会に根強く残っているわよね。次に家庭内の閉鎖性と公的機関の関わりについて整理したいのだ。この事件では義母 B の言動が最大の引き金とされているが B の言動が誰かによって記録されたり第三者に伝わったりする機会はほとんどなかったのだ。ブラック差別発言まで飛び出していたのにそれが表に出なかったのは本当に異常な閉鎖性よね。当時の宮崎県内でその地域の住民相談体制がどのレベルにあったかは不明だが一般論として市区町村の相談窓口は家族からの能動的なアクセスを前提にしているのだ。追い詰められた人間が自ら相談に来ることを期待する設計では最も危機的な状況にある人が取り残されるのだ。相談できる人が相談に来るのではなく相談できない人が最も支援を必要としているというパラドックスよね。アウトリーチ型の支援つまり行政側から積極的に家庭に関わっていく仕組みがあれば王のような状況を早期に発見できた可能性があるのだ。産後の家庭訪問や乳幼児検診がその接点になり得たのだ。 C はまだ生後5ヶ月だったのよ。乳幼児検診や保健師の家庭訪問が適切に機能していれば何らかの異変を察知できたかもしれないわ。保健師が訪問した際に家庭の緊張状態を感じ取れていたとしたら専門的なフォローにつなげるルートが存在したはずなのだ。しかし現実にはその機会は生かされなかったのだと思うのだ。小さな命が守られる可能性があったと思うと本当に苦しくなるわ。僕がこの事件全体を通じて最も問いたい社会構造の問題は孤立した男性が助けを求める場所が存在しなかったという点なのだ。女性に対する DV 支援や母子支援は整備が進んできたけれど男性が義母から暴力を受けているという状況に対応できる窓口は今でもほとんどないわよね。王が自力で孤立を解消しようとすれば離婚会へでしかなかったのだ。しかし義母の慰謝料がっつり取ってやるという言葉がその選択肢すら奪ったのだ。経済的な脅しが逃げ道を封じるという構図は EV の典型的な支配パターンそのものよ。だからこそ法的支援と心理的支援を同時に提供できる相談体制が不可欠なのだ。王が弁護士に相談できていれば離婚が経済的に不可能ではないと知れた可能性があるのだ。そう、正確な情報と専門家のサポートがあれば最悪の結末に至る前に別の選択肢が見えてきたかもしれないわ。この事件が社会に突きつけているのは加害者の残虐性だけではないのだ。家族という密室の中で追い詰められた人間を社会がどこで受け止めるかという設計の問題なのだ。そしてその設計の失敗の代償を最も罪のなかった命が払わされたということよね。 D が今も声を上げ続けているのはこの設計の失敗を繰り返さないためだと思うのだ。
遺族の訴えは現在の社会に対する直接のメッセージなのだと受け止めなければならないのだ。リーさんが背負い続けてきた重さを私たちは軽く見てはいけないわね。僕はやっぱりこの事件の本質は閉じた家族という構造に開け後部がなかったことにあると思うのだ。加害者の強行は絶対に許されないが、その強行を生んだ環境の閉鎖性を社会が放置してきた責任もまた問われなければならないのだと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただその社会的背景への問いと3人の命が奪われた事実の重さは決して切り離して考えてはいけないとも思っているのよ。というわけで今回は宮崎家族3人殺害事件を解説したのだ。どうだったメタン？背景にあった義母からの激しい言葉や閉じた家族構造の問題まで深く考えさせられたわ。それでも生後5ヶ月のしーちゃんをはじめ3人の命が奪われた事実の重さは何があっても変わらないのよね。生後5ヶ月のしーちゃん、妻の A さん、義母の B さん、それぞれに人生があり愛する人たちがいたのだ。その命が2010年3月の朝に突然奪われてしまったのだということを忘れてはならないのだ。3人のご冥福を心からお祈りしているわ。唯一の遺族である D さんは美談として消費された遺族という構造に声を上げ続けているのだ。その訴えが同じ悲劇を繰り返さないための社会への問いかけであることを僕たちは受け止め続けなければならないのだ。リーさんが今も背負い続けている重さに私たちはちゃんと向き合わなければいけないわね。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。